この焦がしはあえてですよね。そうですね。茹でて炙ることによって味噌が濃厚になってるんですよ。なのでその味噌の部分と身の部分をこう別で味わってほしいなっていう。やっぱ僕はすごい楽しいと思っていて、なんでかっていうと仕入れたものとかにもよりますけど、自分が手当てをすることによって、違うやり方をすることによって別の顔を出してくれる、そこがやっぱ面白いところで、微妙な部分だとは思うんですけど、毎日やってても毎日楽しいし難しいし、悔しいし、だから毎日楽しくやっていけるなと思いますね。いらっしゃいませ。こんばんは。こちらどうぞ。大将、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。麻布十番と白金高輪の間くらいにある麻布三の橋エリアにひっそりと構える知る人ぞ知る名店、心穏やかで優しい大将が一品一品の地味深さを大切にし、8席のカウンターでお任せを展開しています。魚だけでなく季節の野菜を使用し、絶品の一皿に仕上げるつまみは食通の大人たちが思わず微笑んでしまう美味しさ。握りは入手困難の京都飯尾醸造の赤酢を使用した赤シャリが江戸前の仕事を施したネタと見事にマッチ。味、接客、空間がどれも柔らかで贅沢な時間を過ごせる大人のための有料店です。なんか今をときめくメジャーなお酒というよりはちょっと知る人ぞ知るそうですね。こだわりの日本酒みたいな。はい、秋田の純菜と、トマトですね。なんか器もすごい素敵ですね、一品目から。いや、トマトやばいですね。トマト美味しいですよね。うまい。純菜をこう土佐酢とか、はいだしの酸っぽい感じなんだけど、その酸をこうトマトで使ってる感じのイメージ。はい。ハモの有機ですね。と土佐酢のゼリーに梅肉で。で、下が下がかがぶときゅうりの、つまですね。梅いいっすね、これ。そうですね。絶妙な塩梅。はい。まさかの大根かと思ったらきゅうりと一緒に梅ハモキュー。竹波卓51歳になりました。出身が東京都ですね。高校出てずっと寿司屋ですね。はい。都内をいろんなお店をちょこちょこ回って今に至るっていう感じですかね。はい。麻布三の橋竹波さんをはい。漢字一文字では表現すると、例えると何になりますか？地味深いの地ですかね。山水にこうでなんか糸の指みたいな滋賀県の滋。はいはい、あ、それです。その心は？やっぱりなんか地味深い、派手さはないけど、心や体にね染みるような、そんなお店でありたいなっていうのと、はい。宮城のやつはなんかちゃんと噛むともうすぐ口どけていくし、はいはい。すごいお上品。お上品ですね。ありがとうございます。ナチュラル。あ、そうですね。かなりナチュラルな美味しさ。味付けとかしてないので。大体どれぐらいの時期なんですか？アワビがいいなとか使う時期は。多分8月いっぱいぐらいまで使いますかね。もしかしたら9月ちょっとぐらいいくかもしれないですけど。小鮎、血鮎に入るんですか？小鮎、琵琶湖の小鮎ですね。はい、ちょっと失礼します。鮎の内臓のタレを作って、それに漬け込んで軽く干して炙ったものです。あ、渋い。本当に渋い。ですね。これ熊本の赤ナスですね。赤ナス。はい。
っていうのもはい、一般的にどんな特徴がありますか？柔らかいです。火通すとすごい柔らかくなるので、とろっとした感じになる。熊本の赤ナスを焼いたものに毛ガニのあんをかけたものです。香りがすごいですね。そうですね。毛ガニほぐしたものに、毛ガニの味噌とかも合わせて、かつおだしで伸ばして塩ちょっと振ったくらいですね。何これ？ナスの食感たまらん。柔らかいですよね。美味しいですよ。でもこれやっぱ炭のこの底力香ばしさが入るんで、ナスうまっ。いろんな要素が入っていろんな複雑な味がしますよね。少し甘みのある、今は何焼きにこだわってるっていうのはないんですけど、いろんなタイプのやつをそれ集めて買ったりしますね。何焼き、これはもうちょっと濃いまりですかね。古いやつ。濃いまり。最初若い時とかそういうとかわかんないんで、これ可愛いなと思って、これいいな、雰囲気いいなっていうので、これなんていう器なんだろうなっていうのを聞いたり調べたりして、これでちょっとずつですかね。うまっ。なんか抜かりないですね。今度一つとってもすごい抜かりがないなっていうか、大将が真摯に仕込みされてるんだろうなっていうのがすごい伝わってきます。白甘鯛ですね。白甘鯛の塩焼きになります。箸で持った瞬間の皮面と箸の当たり方で、ちょっとこうダリッてしたというか、そうですね。皮面をパリパリに。ありがとうございます。すごいお上品。お上品だし、やっぱ塩きつすぎないし。そうですね。1時間ぐらい前に塩振って寝かしてるんで。それやっぱ直前じゃなくて直前だとどうしても先に塩の味がするんですよ。表面に塩がついてるんで、最初塩のしょっぱい味がして魚って感じになるんで、1時間ぐらいすると寝かせると塩が馴染んで、こう舌に最初の塩の味がしないんですね。優しい感じに仕上がるというか。お寿司職人になりたいな、お寿司屋さんやりたいなって思ったきっかけは何なんですか？やりたいなと思ったのがよくて、高校生の時に頭悪いから手に職だなとか思って、それで、いくつか面接受けて、でもなんかあんまり嫌だなと思って、それで知り合いにお寿司屋さんの紹介してもらって、築地の仲買の社長さんが経営しているお寿司屋さんで、面接に紹介してくれる人と連れてってもらって、で築地のお寿司屋さんに連れて行かれて、で大人2人を喋ってて、お前はもう出てくるのをずっと食っとけって言われて、でずっとお寿司食べてたら、お寿司ってこんな美味しいんだなと思って、大人の話が終わって、もう腹いっぱいになったかって言われて、それで「はい」って言ったら「じゃあ4月からよろしく」って言われて、あまりの美味しさに「はい」って言ってしまった勢いでその時に美味しかった、特に美味しかったネタとかこの一貫っていうの覚えてたりします？全体的に美味しかったって感じ？全体的に美味しかったですけど、マグロとかも美味しかったですけど、アジとかイワシとかそういうのが美味しかったなっていう印象ですかね。この出し方ないっすよ。そうですか。コロコロかスライスか多いですね。でもちゃんとキレが最後にキリッと。そうですね。ガリうまい。3号ぐらいから6号ぐらいまで、6、7号ぐらいまでですね。秋田小町ですねに少し早抜きをちょっとだけブレンドしていく。
くちゃピンク綺麗。もう柔らかい系だ。そうですね。持った瞬間にほんのりやっぱジューシーな感じも残りつつ、すごいあっさりなんで。でカスゴのすごい油を感じる。カスゴの本来の味を損なわない程度の、塩と昆布ですね。スミイカ以外は断面から甘みが出てくると思うので、いろいろとかなり包丁入ってますね。ちょっとこのタイプは僕イカのスワロフスキーって言ってるんですけど、宝石のような。おしゃれですね。干しガレーですね。カレー系統は夏がやっぱり旬。そうですね。でもカレーの中でも干しガレーってすごい高級です。仕込みがすごい綺麗ですね。ありがとうございます。2日目最高っすね。これ天草っすか？天草です。なんか分厚いっていうところではないんですけど、ちゃんと身のふっくら感を感じれて、で塩味が最初に来るんだけど、尖った塩味じゃなくてちょっと丸くなって酸とこのシャリといろんなこの塩味酸味うまみがうわーって最後にこう一体となる感じの。そうですね。完成度高いですね。そうです。うまっ。なんかでも地味深いっていうのは分かるかもしれない。ガツンと系じゃないですね、竹波さんのお寿司は。そうですね。1週間ぐらいですね。今日はどちらのマグロ？佐渡の、はえ縄ですね。すごい古いお付き合いなんですよね。僕が若い頃からお父さんの代からなので、うちのさんはそうですね、はえ縄とかが多く、僕の都合に合わせてこう考えてマグロ回してくれるので、すごく助かってます。やっぱりなんか僕寝かして使ったりすることが多いので、はえ縄をお願いすることが多いかもしれないですね。全部1週間。シャリは赤シャリじゃないですか。マグロに照準を合わせるとか、考え方としてはどういう感じの塩梅にしてるんですか？1種類しか使わないので、全てにバランスよく感じられるようなもので、逆にそこに魚を合わせるっていう感覚なので、漬けたれにがごめ昆布入れてるんで、もうすぐに絡ませるから噛んだ時に軽くやっぱ昆布の香りが広がる。昆布の旨味も入れたいのと、あとは松前漬けつける時のやつなんで粘りが強いんですよ。だから一瞬で絡んでほしいっていう、うわ、もっと多分フレッシュ寄りだと噛ませる感じだと思うんですけど、そうですね、筋ももっと噛まなきゃいけないかなっていう。またやっぱ白身とかイカの時と違う、やっぱ脂がマグロ強いので、よりなんかこうマグロとシャリをこう噛みながら、やっぱ最後に数粒残るじゃないですか。口の中の状態がすごい
マグロの脂とはい、シャリの酸味と、はい、ちょっとわさびの爽やかな香りとか、はい、三味一体になって新小岩小肌じゃないですか、はい、でスジメ系はマグロの後に持ってくるっていうのが定石的な流れだと思うんですけど、はいはい、今日新小をマグロの前に持ってきた理由はどんなところですか？マグロの脂を消すんじゃなくて、よりもっとこう爽やかな新香のなんか初夏の味を味わってほしいっていうので、前でさっぱりな顔のところに食べてほしいっていう。じゃあまずお店へのアクセス方法について教えてください。はい、麻布十番駅と白金高輪駅から、両方歩いて10分ぐらいですね。お昼が月曜だけ、日月お休みで、火曜から土曜までで、12時一斉スタートですね。で、夜が日曜定休日で、月曜から土曜までで、夕方6時から、最終入店9時まで、9時ですね。はい、昼は12時からの一斉スタートで、はい、夜はお客さんに合わせてそうですね、開始を変えられるっていうことですね。はい、お昼が、金額が13,200円。税込みです。税込みですね。はい。お寿司メインで13、4貫に卵、味噌汁、あとさっき使いますね。で、夜のお任せが税込み27,500円。おつまみが6、7品と、お寿司が11、2貫ぐらい。竹波さんに行きたいってなったら、はい、予約はどうやって取ればいいですか？お電話もしくは食べログとかポケットコンシェルジュさんとかですね。思い入れのあるネタとか、はい、お店としてこれをぜひ食べてくれみたいな、はい、こだわりが特に入っているネタ、魚ありますか？難しいですね。特にですよね。とか大将がこれやっぱネタとして好きだとか、で主観で構わないんで、はい、そうですね。いろいろある中で、今だったら例えばアジですとか、少しのチーズだけど新子とか食べてもらいたいなと思いますね。その背景はどういう思いがあるからですか？そうですね。ハチなんかはやっぱり最初に食べた時美味しかったなと思ったのがあるんですかね。面接の時に食べた、はい、だからアジが好きだなと思いますね。中から血合いの赤いのも見えて綺麗だなっていうのもあるし、包丁を入れすぎてないからしっかりアジの食感も味わえるし、とろ系ですね。そうですね、基本当たりネギはかましますか？それともかまします？はい、春先ぐらいから油がちょっとずつ乗ってくる感じですかね。はい、産地によってはまだ長崎だともう今がピークぐらい、ちょっと落ちてくるぐらいですね、ここから。確かに振る舞いで茹でるときってこうやって頭つけて、はい、その後ドボンじゃないですか。そうですね。そのニュアンスを炭でもちょっと。そうですね。もう一回茹でてはいるんですけど、はい、あとその殻の香ばしさとかをつけて。これ見たことないですね。そうです。これ斬新ですね。頭隠れて、頭だけ温まってるエビ。頭だけちょっと焦がして。はい、そうですね。足のところ。茹でて炙ることによって味噌が濃厚になってるんですよ。なのでその味噌の部分と身の部分を別で味わってほしいなっていう。よりちょっと時間をかけて炭焼きした頭の部分がやっぱりほんのりこの炭の焦げた部分というか、はいはい、香ばしい香りがありつつ、はい、でもこのエビ味噌のちょっとこう濃厚な感じの味噌が広がって、はい、やっぱ頭側の方が僕は好きですね。はい、これはやっぱ頭側の方が美味しいですよね。この火の入れ方ってどういう入れ方ですか？72度ぐらいで25分ぐらいで入れてるんですよ。ちゃんと火入ってんだけど、いい意味でこのハマグリのブリッと感というか、そうですね、ぬるっと感というか、一番最初の一噛み目の、これ噛んだ時の香りが鼻に
クラムチャウダーの香りがします。あクリーミーなハマグリの香りってこんな感じなんだ。ちょっとポタージュっぽい濃厚な感じがするハマグリ。ちょっとねっとりした感じですね。何この金目鯛。皮目は最初は湯引きしてるんですかこれ？してないです。完全生。はいで皮目だけ炙った。そうです。この焦がしはあえてですよね。そうですね。これ今日の中では相当印象に残るネタですね。焦げてんだけど、嫌味な焦がしじゃないというか。そうですね。醤油焦げてるんで。なるほど。醤油の香ばしさ。皮目炙りの魔術師です。このシリーズはぜひ皆さんに食べていただきたい。面白いかな。海苔が最初の歯切れと一瞬噛んだ時に香りが、そうですね。でこのウニの濃厚なクリーミーさと広がって、シャリが最後まとめてくれて、笹の上で、下から炭火。そうですね。直接火は当てないようにして。笹の香り。そうですね。でもふんわりしてて美味しいです。ほんと爪がハマグリもそうでしたけど、穴子も濃すぎないですね。そうですね。これ魚のすり身ですね。と卵白メレンゲの。うわー、シュワシュワ系だ。ああ、なるほど。カツオ系。そうですね、カツオだしの。でもあっさりですね。重たくない。はこれ右が、今日ずっと使ってたというか、ある程度もう時間経ってるシャリで、そうですね。左が切りたて。ツヤとかやっぱ違いますね。そうですね。お寿司屋さんにとって、シャリは生命線であり、そのシャリを作るお酢ってもう本当に大事な調味料だと思うんですけど、この飯尾さんの富士酢を使っている理由とか、考え方はどんな感じで？赤酢もきつすぎずに、やっぱり熟成年数が長いので、まろやかなうまみのあるお酢なので、そういうのはすごい好んで使うところですね。この塩の選び方とか、なぜ今このクリスマス島の塩にたどり着いているのかっていうのが、どういうこれやっぱ天日塩なんで、なんていうんですか、詰めた塩じゃないからすごく優しい塩で、イカとかに使ったのと同じ塩で、塩自体すごい優しい味がするんですね。竹波さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。すごく美味しく楽しい時間だったんですけども、改めて麻布三の橋竹波さんのこだわってらっしゃるところとか、大切にされているところってどんなところですか？やっぱりまあ地味深いっていうところ、テイストはないけどじんわり美味しい、そして心も体も優しい気持ちになれるような、そんなものを目指してやってます。つまみは印象に残ってるのはやっぱナスとカニあんかけ、で、白甘鯛もシンプルですごい、竹波さんのなんかエッセンスが詰まってる感じもあってすごい美味しかったです。で握りは僕は今日は新子と金目鯛です。この2つがユニークでちゃんとうまい。新子なんか特にやっぱり
風物詩というだけではなく、しっかり食べて美味しいっていう優しさとこう意外性と驚き、感動がすごいあった一貫で、金目鯛はやっぱこの竹波さんの代名詞である炙るという炭炙りという技術がすごい詰まったちょっと遊び心のあるユニークな一貫で、この辺りがすごいなんか結構炭を使った炙りのネタ出てると思うんですけど、でもがっつり炙ると炙りのネタたくさん出てると結構しつこいって感じになっちゃうんですよ、いろんなまた火の入れ方をしてたから、そこがやっぱりそうですね、炭火の魔術師すごいいろんなこだわりも聞かせてもらって、僕も勉強になりました。今日本当に楽しい時間をありがとうございました。ごちそうさまでした。